はい、皆さんこんにちは、たかです。本日は2024年11月9日です。HKT 法デート劇場で開催されるひまわり組逆上がり公演を見るために劇場に来ています。そして今回は二次受付で応募して公演を見に行きます。この動画では二次受付とは二次受付の種類、二次受付で応募した際の座席番号など視聴者さんが気になっている点を解説します。この動画を見ることで二次受付についての皆さんの疑問が解決します。公式からは公開されていない情報ばかりなので見落とさないようにぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。まずはじめに二次受付の概要を説明します。基本的に法テードグループの劇場公演を見に行くためには事前予約が必要です。事前予約の期間は各グループごとで異なりますが、HKT 法テード劇場は公演日の2週間以上前であることが多いです。一次受付終了後、未入金によるキャンセルが発生するなど、席が空いた場合は二次受付があります。二次受付は二次先着申し込み受付と二次抽選申し込み受付の2種類があり、この2つのどちらかが行われます。この2つのどちらが行われるのか、その選定基準は公式サイトに記載はありませんが、これまでの前例から考察すると、おそらく一次受付の段階で一定以上の当選者が出た場合は抽選、それ以下の場合は先着になる傾向があるようです。つまり一次受付で満席に近い当選者数が出た時は抽選、そうでなければ先着になると考えられます。しかし実際はほとんど先着であり、抽選はまずないので、二次受付イコール二次先着申し込み受付と考えて大丈夫です。ちなみに過去には二次先着申し込み受付と二次抽選申し込み受付のどちらも行われた公演がありますが、非常に稀であり、直近では7月13日に開催されたパジャマドライブ公演千秋楽が最後です。当日券は二次受付が終了しても満席にならない場合のみ発売されます。公演日当日に HKT48 とチケットショップで予約し、劇場ロビーで購入します。当日券に関しては別の動画で詳しく解説しているので、必要であれば動画下の概要欄のリンクを確認してください。次は二次受付で予約した際に座席番号は何番になるのかについて検証します。視聴者さんが最も気になるのは一次受付で申し込みを忘れた、また支払いを忘れた時に二次受付でどのくらい良い座席番号が期待できるのかだと思うので、今回は最も良い座席番号が期待できる二次受付開始直後にチケットを予約します。ちなみに座席番号は一次受付、二次受付、当日券の順に大きくなり、この順に座席位置も後ろになります。つまり二次受付で申し込みをした人が一次受付で申し込みをした人よりも前の席になることはありません。また二次先着申し込み受付は先着であるため、予約が早いほど座席番号が若くなり、座席位置も前方になると思われます。最も早く二次受付で予約した時の座席番号は何倍になるのか、そしてどのくらい前方の席を期待できるのか、この検証である程度わかると思います。なおこの検証は当選倍率が低すぎない休日の通常公演で行っています。そのため当選倍率の低い平日開催の公演ではさらに前方の席が期待できます。また先ほど述べたように二次受付は先着と抽選の2種類がありますが、実際はほとんど先着なので、今回は二次先着申し込み受付で申し込みをする前提で検証を行います。現在時刻は11時55分です。二次受付開始時刻は12時なので、あと5分で受付が始まります。12時0分に HKT48 とチケットショップで予約から購入まで一連の手続きを行います。時計の秒針が1秒過ぎた瞬間から受付開始です。また、事前に HKT48 チケットショップにログインしておくことで、ログイン時間が短縮され、予約までのタイムラグを減らせます。余談ですが、キャンセル待ち当選があった2020年以前は、キャンセル待ち番号は予約した順番だったので、受付開始と同時に予約してキャンセル待ち当選しやすくする裏技もありました。現在は仕様が変わり、この裏技はできなくなりましたが、今久しぶりに当時の感覚を思い出しています。それでは実際に二次受付でチケットを購入してみましょう。HKT48 チケットショップにログインし、受付中の二次先着順受付欄をタップします。下にスクロールして注意事項に同意するにチェックを入れ、申し込みへをタップ、枚数選択は1枚を選択し、次へクレジットカードにチェックし、クレジットカード番号などを入力して確認する、そして購入するを選択すれば完了です。抽選ではなく先着なので、この時点で当選が確定します。座席番号は公演開始4時間前に HKT48 チケットショップの申し込み詳細から確認できます。HKT48 劇場に到着しました。本日は土曜日ですが、ロビー内にあまり人はいません。当日券も出ているので、それなりに空席はあると思います。座席番号と座席位置は公演が終わった後に話をします。出演メンバーは荒牧美咲ちゃん、生野里奈ちゃん、石松里
奈ちゃん、市村愛理ちゃん、今村まりあちゃん、大内凛香ちゃん、大張咲ちゃん、北川ひいろちゃん、坂本里乃ちゃん、渋井美奈ちゃん、竹本くるみちゃん、立花心ちゃん、地頭えねねちゃん、藤野ココアちゃん、安井ひなちゃん、山内ゆなちゃんです。それでは時間なので逆上がり公演を楽しんでいきます。公演が終了しました。本日のロビーはこれまでとは少し雰囲気が変わっていました。本日11月9日から劇場ロビー内にチーム神奈川のブースが展示されます。同時に劇場ロビーで神奈川県出身の市村愛理ちゃんと柳瀬莉愛ちゃんの2人がデザインした T シャツとミュージックキーホルダー、そして2人が選んだ神奈川のお土産が販売されます。T シャツとミュージックキーホルダーには楽曲情報を記録したチップが入っており、スマホをかざすだけで特定の曲を聴くことができます。この2点は劇場だけでなく EC サイトカナコレでも販売中です。 T シャツは6500円、ミュージックキーホルダーは1800円です。完売後の再販はないらしいので早めの購入をお勧めします。また2人が選んだ神奈川のお土産は劇場限定で販売されています。ブースの隣には2人のサインが入った神奈川宣伝部の旗も展示されているので、劇場に足を運んだ際はご覧ください。さらに公演前には劇場近くのマークイズ福岡ももちで牧場搾り800個売りますチャレンジ牧場搾り即売会が行われました。ももち浜ラジオ局のパーソナリティである伊藤ゆえるちゃん、栗原さえちゃん、石橋いぶきちゃん、柳瀬莉愛ちゃんの4人が参加し、会場には多くのファンが集まりました。結果は見事800個全て完売し、追加分も含め1224個売れたようです。メンバーのサイン色紙が当たるガラポン抽選会も開催され、メンバーとファンともに盛り上がったイベントでした。公演終了後の劇場前は夜公演で開催される長野ララちゃんの生誕祭を祝うためのフラワースタンドが展示され、多くのファンで賑わいました。7期生の生誕祭は最初に開催された山川まりあちゃんの生誕祭以来2回目です。先輩がいない同期だけの生誕祭がどのような生誕祭になるのかとても楽しみです。さて、前置きはこのぐらいにして、はじめに本日の公演の感想を話します。その後、座席番号は何番だったのか、どのくらい前方の席を期待できるのかなど、二次受付開始直後にチケットを予約したその結果をお伝えします。それでは先に公演の感想を話します。本日の公演は MC が非常に盛り上がり、わちゃわちゃ感のある元気な公演でした。詳しくは DMM を見ていただきたいのですが、大内凛香ちゃんのラップや料理の腕を競い合う今村まりあちゃんと安井ひなちゃん、藤野ココアちゃんの顔とピースの距離で若さがわかる話など、聞き応えのある MC だったと思います。特に藤野ココアちゃんのピースの話題は、他のメンバーの公演中のパフォーマンスや SNS に上げる写真に大きな影響を与えました。顔とピースの距離が近いほど年齢が若い傾向があるようです。また、石松里奈ちゃんはほとんど話せなかった1年前と比べて、ここ最近はしっかりと MC ができるようになりました。昼公演は夜公演にない中盤に近づくにつれテンションが上がり、少しずつコールが大きくなる独特な雰囲気があります。逆上がり公演はそんな昼公演に向いている公演だと思いました。それでは本題である二次受付で当選した後の現場での手順と座席番号について話します。公演開始までの流れは一次受付で当選した人と全く同じです。ロビー出入り口で顔認証が行われ、その後コインロッカー代300円を支払い、ロッカーに荷物を預けます。ロッカーが空いていない時はクロークに荷物を預けます。料金は同じく300円です。最後に劇場内に入る際、もう一度顔認証があります。チケット料金の支払いなどの一連の手続きはすでに完了しているので、特に何もすることはなく、5分程度で劇場内に入れると思います。
そして最も気になる座席番号についてですが、二次受付開始直後にチケットを予約した今回の僕の座席番号は190番でした。全席284席中190番の席で、上手側ブロックの後ろから4列目、花道の目の前です。公演終了までに自分よりも番号が後ろの席は259番まで埋まりました。つまり僕より遅く応募した人は二次受付と当日券合わせて69人いたことになります。その一方、二次受付で応募した人の中に僕よりも座席番号が若い人もいました。二次受付開始直後にチケットを予約したのは僕が最初ではなかったようです。もしくは必ずしも予約が早いほど座席番号が若くなるとは限らないのかもしれません。しかし僕よりも前列に座っていた人は一次受付で応募した人だったので、一次受付で応募した人が二次受付で応募した人よりも若い座席番号になることは間違いありません。以上の検証から二次受付で期待できる座席番号は190番より若い番号、前方9列目から10列目までの席であることが分かりました。また僕は過去に二次受付で応募して146番だったこともあるので、一次受付で応募した人の数が少なければ前方8列目も期待できるかもしれません。しかし座席番号103番から123番の前方7列目は僕自身は経験がなく、また聞いたこともないので、これより前の席は期待できないと思います。公演が平日または休日に開催されるのか、通常公演または特別公演なのかによって大きく異なりますが、今回休日開催の通常公演は二次受付開始直後にチケットを予約して190番だったので、今後二次受付で公演を見に行く人は参考にしてください。今回は二次受付で HKT48 の劇場公演を見に行きました。公演にもよりますが、意外と前方の席が期待できそうです。もちろん一次受付で応募するに越したことはないのですが、一次受付で申し込みを忘れた、また予定がわからない時の代替としては最適な選択肢だと思います。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT48 高江と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。